こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は綺麗なお家が必ずやっている7つの習慣をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず一つ目の習慣は、服やバッグをリビングに置きっぱなしにしないということです。その日に着た上着をダイニングの椅子やソファーにかけっぱなしにしてしまったり、一度着た部屋着などもリビングに脱ぎっぱなしにされているお宅は結構多いのではないでしょうか。また、使ったバッグもリビングの床などに置きっぱなしになってしまうと、家の中が散らかった印象になりがちです。一方、片付いているお宅では、リビングにこうしたものがずっと置きっぱなしになることはほとんどありません。こういった置きっぱなしを減らすためには、戻すハードルを最小限まで下げるということが大事です。戻せない原因の多くは動線が不便だったり、収納方法が面倒だったりすることにあります。そのため、なるべく片付けが苦手な人でも楽に戻せる方法を取り入れて、常に床置き、腸置きされているのが当たり前という状況を作らないような習慣を目指しましょう。そのためにおすすめしたいアクションが、60点を目指す仕組み作りです。例えば、リビングのソファーに部屋着が置きっぱなしになってしまう場合は、その近くに部屋着を一時置きできるボックスを置いて、そこに投げ込めるようにしたり、バッグをダイニングチェアなどにちょい置きしてしまう場合は、リビングにスツールなどを置いて、その上を定位置にしてしまう方法もあります。もちろん、その都度クローゼットなどに戻せるのが理想ですが、面倒でなかなかそれができない場合、60点のクオリティでもいいので、自分なりに楽に続けられる方法を見つけて、リビングの脱ぎっぱなし、置きっぱなしが減らせるように工夫してみましょう。続いて2つ目の習慣は、洗い物や洗濯物は翌日に持ち越さないということです。お片付けが苦手なお宅は、常にシンクに何かしらの食器が溜まっていて、キッチンが散らかった印象になっているということがとても多いです。また、乾いた洗濯物も畳んだりしまったりするのが面倒で、リビングなどに山積みになっているお宅をよくお見受けします。洗い物や洗濯物がキッチンやリビングに常にある状態だと、よく目につく場所がごちゃっとした印象になり、いつも散らかっている感じがしてしまいます。一方、片付いているお宅の場合、洗い物や洗濯物を次の日まで溜めっぱなしというお宅はほぼ見かけません。こういった家事を溜めないために、頭で考えず、まず体を動かすというのがポイントです。いつも片付いているお宅であっても、日々の家事を面倒に感じる気持ちは同じです。だからこそ、重い腰が上がらなくなる前に体を動かして、さっと済ませる習慣を作っているお宅が多いように感じます。また、毎日発生する家事を時間が空いた時にやろうと考えてしまうと、つい面倒になって後回しにしがちです。そのため、洗濯物を畳むのは夕食を食べた後、食器洗いはお風呂の前など、やるタイミングを固定して、頭で考えなくても体が動くようにルーチン化するのがおすすめです。面倒な家事をさっと済ませるのにおすすめの方法は、ゲーム感覚を取り入れるということです。例えば、ストップウォッチ機能を使って時間を計ってみると、早く終わらせようという意識が高まってスピードが上がるほか、その家事を終わらせるのにだいたい何分くらいかかっているかという目安もわかります。他にも好きなアーティストの曲をかけながら、その曲が流れている間に家事が終わるよう早く手を動かすようにすると意外と早く済ませられます。家事を溜めてしまうと面倒くささが倍増するだけでなく、自己肯定感も下がりがちです。そのため、さっと終わらせて溜めない習慣づくりを目指しましょう。続いて3つ目の習慣は、郵便物やプリントをダイニング周りに溜めないというものです。お片付けが苦手なお宅でよく見られるのが、届いた郵便物を未開封のままキッチンカウンターやダイニングテーブルに置いてしまうというパターンです。お子さんの学校のプリント類も後で確認しようと思ってテーブルに置きっぱなしになり、いつの間にかダイニング周りが紙の山になってしまうというお宅も多いです。こうした状態が続くと食事が取りづらいのはもちろん、いざ必要な郵便物や学校のプリントを探したい時にすぐ見つからず探す羽目になりがちです。一方で、片付いているお宅では、ダイニングやカウンターに書類が山積みになっていることはまずありません。郵便物や書類を貯めないために大事なポイントは、
家に入ってきたらすぐに処理するということです。書類整理は量が少なければそれほどハードルは高くありませんが、量が溜まれば溜まるほど加速度的にハードルが上がってしまい手がつけられなくなっていきます。そのため家に入ってきたらなるべく早く中身を確認して処理することを意識して、とにかく溜めない、後回しにしないということを徹底しましょう。書類を溜めないためにおすすめのアクションは、その都度考えないように処理のルールを決めるということです。例えば、我が家の場合は提出が必要なプリントはその日のうちに書いてすぐに子供に渡していて、情報だけあればいいものはスマホで写真に撮ってメモ帳アプリに貼り付けるようにしていて、基本は貯めずにすぐに処分するようにしています。データで保管するのが苦手という方は、以前こちらの動画でご紹介した書類の保管期限ごとに短期、中期、長期で分けるという方法もおすすめです。書類の整理をつい後回しにしがちだという方は、自分なりの処理ルールを決めて、その都度頭を使わなくてもすぐに判断できる状態を目指しましょう。続いて4つ目の習慣は、片付けは一気にではなくこまめにやるです。お片付けが苦手なオタクでよくあるのが、一気に全部出して今日で終わらせようと意気込んで始めるパターンです。片付け動画や本で紹介される全部出しを参考にして一度にやろうとする方も多いのですが、いざ実践してみると想像以上の物量に圧倒されてしまい気が遠くなってしまう方がとても多いです。その結果途中で疲れてしまい、あまり整理できないまま元に戻してしまうというケースもよく見られます。日常の片付けで挫折しないためのポイントは、短時間で小さく実践するということです。片付いているオタクがいつも時間に余裕があるかというと決してそうではありません。小さいお子さんを子育て中のオタクや、お仕事で忙しくてもお家が綺麗なオタクは、日々の隙間時間を使って小さく短時間でできる範囲をこまめに整えるというやり方をしている方が多い印象です。一気にまとめてやろうとすると、まとまった時間の確保や体力が必要になり、気持ちの面でもかなり憂鬱になりますが、1日5分や10分の隙間時間であれば確保しやすく、ハードルも低くなるのでおすすめです。そのためにぜひ実践していただきたい習慣が、1日5分のついで片付けです。例えば、朝の身支度のついでにメイク道具の中身を見直す。リビングでテレビを見るついでにリビングの引き出し一つを整理するというように5分から10分でできる範囲を目安にすると取り組みやすくなります。1日たった5分でも1週間で35分。1ヶ月続ければトータルで2時間半になります。日々の暮らしの片付けは勢いで一気にやるものではなく習慣として続けるもの。毎日のちょこちょこ片付けで少しずつ心地よい習慣を増やしていきましょう。続いて5つ目の習慣は、置き場所が決まっていないものは買わないということです。お片付けが苦手なオタクでよく見られるのが、勢いで物を買ってしまい、結果的に置き場に困るというパターンです。子供の大型遊具やピアノ、英語教材など、子供のためにと思って勢いで買った結果、かなりお部屋のスペースを取ってしまったり、ストック品をお得だからと必要以上にまとめ買いしてしまい、収納に収まりきらず出しっぱなしになってしまうオタクもよくお見かけします。一方で片付いているオタクでは場所を取るものを無計画に買ってしまって置き場に困ることはまずありません。物を溢れさせないためのポイントは置き場を先に確保してから買うということです。気になるものを見つけたときはまずサイズを調べて家のどこに置くのか、その場所に入るのかを具体的にイメージしてみましょう。もし置きたい場所がすでに埋まっている場合は、先に不要なものを減らしてスペースを確保してから購入するようにします。この買う前に置き場を作るという習慣を意識するだけで、物が溢れるリスクを大幅に減らすことができます。そもそも収納スペースが少ないというお宅の場合は、普段の物選びの仕方から見直すというアクションも重要です。例えば、季節家電もしまうときに場所を取らないものを買うようにしたり、布団などもかさばる冬用布団の代わりに、季節によって厚みが変えられる2枚合わせの布団を使うことで、オフシーズンでもかさばらないようにできます。掃除用品も使い捨てのシートの代わりに繰り返し使えるフロアモップを使うなど、ストックをたくさんしなくてもいい物選びをするとスペースを取りにくくなります。思いつきで物を買う前に
まずはしっかり吟味して買い物する習慣を意識しましょう。続いて6つ目の習慣は、空いているスペースを適当に埋めないということです。クローゼットの枕棚やキッチンの吊り戸棚といった少し取り出しづらい場所にスペースが空いていると、もったいないから何か入れなきゃと思ってしまう方は多いです。その結果、使わない空き箱や雑貨、使う予定がないものをとりあえず置いてしまい、気づけば中身を把握できない収納になっているケースがよく見られます。一方、片付いているお宅ではスペースが空いていても無理に埋めようとはせず、使いにくい場所はあえて開けておくと割り切っているお宅が多いように感じます。ぜひ意識していただきたいポイントが、収納できる量と管理できる量は同じではないということです。スペース的には入ったとしても、出し入れがしづらい場所に物を詰め込むと、結局使われず放置されてしまうことが多いです。空いているスペースがあるイコールもったいないという意識が抜けないと、どんどん必要ではないものも増やしてしまうことになりかねません。どうしてもそこに置きたいものがないなら開けておくということを意識すると、空いた場所に物を適当に詰め込むという習慣を減らせます。やや使いづらい場所を活用したい場合は、用途が明確で存在を忘れないものだけを置くというのがおすすめです。例えば、年に1回使う5月人形やひな人形、オフシーズンの布団など、必要になったら必ずそこから出すと決まっているものであれば、存在を忘れにくくなります。また、アルバムや思い出品など、普段使わないけれど長く取っておくと決めているものを収納する方法もあります。空いているからといって適当に物を詰め込むのではなく、置きたいものがなければ開けておく勇気を持って、もし使いたい場合は用途を明確にするという習慣を意識しましょう。そして7つ目の習慣は、ただでも必要以上に物をもらわないということです。お片付けが苦手なお宅でよく見られるのが、景品や付録、お下がりなどをついただだからと気軽にもらってしまうパターンです。特に量が多くなりがちなのが子供のお下がりの服やおもちゃ、絵本ですが、友人や親戚から大量にもらってしまい、ありがたい反面収納スペースを圧迫してしまうことがよくあります。また、雑誌の付録の雑貨やもらったノベルティなど、使わないのにせっかくもらったからとなかなか手放せず、場所を取ってしまうケースもよくお見受けします。片付いているお宅では、無料でも必要以上にもらわないということを意識されているお宅が多いように感じます。もらい物についてぜひ意識していただきたいポイントが、家に物を入れる時のハードルを高めに設定するということです。一度家に入れてしまうと使わないものであってもなかなか手放しづらくなってしまいます。そのため、もしもらう時点で自分が選択できる場合は、確実に使えそうなもの以外は遠慮するというのも一つの方法です。ただだったらとりあえずもらっておこうと思ってしまいがちな方は、その意識を少しずつ変えて必要なものだけもらうという習慣をつけていきましょう。それでもいただいてしまった場合は、早めに使うか手放すか判断するということが大事です。いただき物やお下がりなどが家に入ってきたら、自分で使うか人に譲ったり処分するか早めに判断して、自分で使う場合はしまい込まずに目につくところに置いて、なるべく早く使い切ることを意識しましょう。逆に今後使う予定が見えないものに関しては、いつか使うかもと判断を先延ばしにするのではなく、メルカリで売ったり、リサイクルやバザーに出すなど、潔く処分して、なるべく溜め込まない習慣を意識しましょう。いかがでしたか？いつも散らかっている絵から卒業したいという方は、ぜひできそうなことから実践してみてくださいね。最後に、この動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。